안녕하세요. 겨울별이랑 사토미예요. 오늘은 저희가 아무래도 오래 사귄 커플이다 보니까 이 사람이다 한순간 그리고 장점, 반했던 순간들에 대해서 이야기를 좀 해보려고 해요. とりあえず一番最初会った時は、メールでやり取りしてたじゃん。だから、前回の私の動画でも言ったけど、やっぱり人を大事にするところとかが好きで、でもやっぱりこの人だって思った瞬間は、やっぱりもう自分が守られたって思った時だから前も言ったじゃん、地震の時揺れた時そん時っていつだったか覚えてないけど、正確に同棲しだして一緒に住み出して時間あんまり経ってない経ってなかったかな。でその時になんか里見ってあんまり普段ね、一回寝たらなんかそんな起きないイメージなんだけど、その時に地震がすごい大きいわけではなくって、3、4ぐらい、でなんか地震ってなんか音だけした揺れるとさ、もう耐震だからなんか揺れると揺れる音がするじゃない、日本の家って。だからその音が本当に一瞬、小さい傘って感じでしかもう音がしてなかったのに、もう速攻起きて私の上に乗って枕で自分の頭カバーして、でなんかそこになんかもうすごい、なんて言うんだろう、なんかもう危ない状況だったけど、なんかちょっとなんかもう守られてるなって、愛されてるなって思って、でその時に多分私この人に一生ついていくって思った。でもなんかそれだけじゃなくてさ、なんか配慮してくれてるじゃん、守ろうとして。例えば、私がなんかもう料理とかしてて終わっちゃった時に必ず里美が来て、で私には触らないでって言って掃除してくれたり、それはちょっと飲食店で働いてるとそういう場面多いからなんかそうなんだけど、なんかそういうのがあったり、だってさ、私も大人なんだからもう自分でできるじゃん、なのになんかやっぱりそういうとこで大事にされてるなって思うし、あとすごい昔、付き合って、最初、私がもう元ヤタ住んでた時だからもう結構昔なんだけど、その時に一緒になんかもんじゃ焼き屋行って、でフロアがちょっと濡れてたから、でそれで私ヒールでちょっと滑りそうになった時に、でなんかちょっとなんか滑りそうになったりしたら、友達だったりしたらなんかちょっとなんか笑っちゃう人もいるわけよ。そうだからなんかもうちょっとなんか笑いこらえたりするのもおかしくないのに、その時にすごい心配げな顔でなんか大丈夫って声かけられて、でなんかすごいもうその時になんかドキッとしたかなって。よく覚えてるね。だってもうドキッとした瞬間だから覚えてる。もんじゃ焼き屋も覚えてないし、それでなんか心配でいっぱいあるじゃん、なんか心配いっぱいある。そういう小さい心配っていっぱいあるからなんか覚えてなかった。だからもう他にもたくさんあるけど、それ言ってたら本当にもう24時間足りないから、もうだからざっくり言うとその時もあったし、あとはなんだろうね、普段エスカレーターとか、道歩く時とかもいつも里美が車道側歩いたり、エスカレーターでも落ちるかもしんないからってなんか必ず下にいたりするところ、だから自分を守ってくれようとするところにやっぱりこの人かなって一番最初になったかな。とりあえず一番目はそれ。次私だよね。私はもう、最初の瞬間っていうか本当に最初の段階でやっぱ確信に変わっていく瞬間って考えたら、初めてそのメールしてて初めてじゃあ会いましょうってなって会った時のその自分を見る、自分と視線を合わせる時のその目、なんかもう見たことがない目っていうか、カラコンですよ。なんだろう、そのカラコンはでも日常でいっぱい見てるから、なんだろう、内面から出てくる輝きがもう目にそのまんま出てたっていうか、ただあまりにも見たことがない目だったから、自分で多分それできっと恋に落ちるとかすごい衝撃があったんだろうけど、多分衝撃すぎて自分が何が起きたのか分かんないレベルだったと思うんで、その時は。でもその後にデートしたりしてる時のやっぱりこの自分を見つめる目がもうなんか本当にその
自分に対しての愛情だけじゃなくって、もうその人の心がそのまんまもう映されてる鏡みたいななんかだからなんか自分にだけじゃなくって、多分人に対して物に対してなんか、その愛情深い人なんだろうなって思って、でまあそう自分の中で思ったのが、まあ、付き合って結構最初の段階だし、だからまあその時に初めてなんだろうね、こうもう本当に自分の中でも実際泣いちゃったし、もう泣けるぐらい、なんかそのカラオケでそうそう、愛されてて幸せ、なんか本当にこの人と出会えてよかったんだなっていう、まあ確信、ある意味もうこの人ともう人生ずっと一緒に、もう自分はもう人生の中でこうお互いに愛し合えるパートナーに出会えたんだなってこう思えたのはまあその時かな。でもその時私初めて会った時の動画載せたじゃん。そこでも言ってるんだけど、なんかその笑顔ってなんかこう恥ずかしいからちょっとなんかなんていうの、ごまかすじゃないけど、なんかそういう感じのなんか笑顔だったから、なんかそれそんなに輝いてるのって感じだったんだよね。でもね、人間は私が思うけどやっぱ目は隠せない。もう笑顔なんかもう演技とかもそういうのじゃなくって、もう目って全てを語るって私はまあ思うから、例えば逆に言えばどんなに優しい言葉をかけてても、もう目を見たら自分のことをその思ってる、その程度がやっぱり分かるぐらい、まあ目は口ほどに物を言うっていう言葉がまあ韓国にもあるから、まあそうだね、分かるよねけど、まあ、そういうことなのかなっていう。だからまあ私の場合はまあ最初のまあ印象、一番印象的だったのはまあ言葉とかそのなんか行動っていうよりはもう、その目に映っているものだったかなっていう感じかな。まあでもそれはわかる。私もなんか、里見てこう初めて見る人はなんか常になんか言うじゃん、ちょっとなんか怖そうとかさ、なんか言うじゃん。でもなんか私も最初里見と会った時に思ったよりなんかクールな感じだったから、まあ最初なんかちょっとあれだったんだけど、ちょっとなんか怖いじゃないけど冷たい、なんか冷たいのかなって思ったんだけど、こう私を見る時の目がなんかすごい真剣な感じで、こう目の形っていうか目の奥、瞳がすごい真剣っていう感じだったから、なんか愛されてるなっていうのを常に伝わってた。まあ確かに、まあいつでも真剣なのはそうか。でもなんか冗談を言うっていう概念がないもん。まあだから性格っていうよりもこう自分を見る時の目ってなんかわかるじゃん。まあね、だからそういうのかな。あと、2個目言っていい？2個目はなんかこう口だけっていうのがなくって、で嘘がつけないところ、でまあ嘘つけないからなんかちょっと事故も多いけど、まあ例えばなんかこう、まあ恋人としてだけじゃなくて、まさとみとは友達関係でもなんかよくあるじゃん、ちょっと口滑らしちゃって地雷踏んじゃって、で例えばなんか普通になんかこう綺麗だよって言えばいいところを、まあ、ちょっと綺麗だよねとか、あとは恋愛して最初に普通に言う時に、まあ恋人だから普通になんかもうあなたが一番綺麗だよって言えばいいのに、まあいらないこうカッコに入れていい言葉を言っちゃうから、私の目にはあなたが一番綺麗だよみたいな、だからまあ今は里見の性格とかも知ってるからまあ嬉しいんだけど、その時はなんかそれ言うみたいな感じもあったけど、その分なんかこうやっぱり嘘つけないってさ、長所の方が大きいじゃない？こう自分に何もなんか隠せないだろうなっていうところ、あと常にこう思ってないことを言わないし、常になんか信頼できるかなっていうところがやっぱりあるし、なんかこう口先だけでなんか言わないところがやっぱりまあこれもなんか話すってなったら長くなるけど、うちの親がもうこう言葉だけで言うタイプ、まあそういう形の虐待をしてたじゃん。
常になんかもうあなたがもうこうしたら自分がこれしてあげるからみたいな感じの交換条件みたいな。そうそうそう、交換条件で、まあ、守られたことはもちろん一度もない感じの、だったんだけど、なんかさとみってこう自分が守れないって思ったら絶対言わないじゃん、口だけでも約束絶対しないじゃん、だから一緒にこう海外に出る前もやっぱりこう友達とか家族とかもいるから、やっぱりこう恋愛して一番最初って一番こう情熱的になんかこう熱くなる時期なのに、普通の人だったらまあ軽々しく、まあ、どこでもついていくよみたいな感じで軽々しく言う、まあ、もちろん信頼はできないけど、まあ、とにかく言うだけでも言うじゃん。でもなんかさとみってもう最初から、まあ、海外行ったこともないし、だからまあついていけるってとは言えないみたいな、なんかそういう気持ちがあるとしても 100% 守れないことはもう言えないってなんか言ってて、もう最初はなんかそれがちょっとなんか寂しかったのもあるんだけど、でもやっぱりこう寂しいって人間の気持ちだから、まあ心理的にそうやって寂しいって自然になるのは仕方ないじゃん、でもやっぱりもう頭では、まあ、この人がじゃあもし私のことをもう一生の家族としてこう受け入れてくれて、で、まあ、この人と一緒に、だから私と一緒に海外に行くって言ってくれた時は、もうずっと一緒なんだなっていう安心感がどこかにはあって、だからまあでも行かないってなったらもうそれきりじゃん、なんだけど、まあ、それでもやっぱりこの人とずっと一緒にいたいなっていうのはあったかな、だからやっぱりこう常に信頼できるのがある、そうね、まあ今思うと海外に来て時間経って今思うと、まあちょっとその時の自分の恨めしく思うけどね、早く決断してとっとと出ればよかったものをっていう、ちょっとひっぱたきたくなる気持ちもあるけどまあでも、まあ小さいことだったら約束を破ってもいいとは思わないけど、やっぱりこう真剣な関係ほどその返事をもっと慎重に、なんかもう気持ち的にすごい燃え上がって絶対この人がいいっていうふうに思ってても、やっぱりその関係を真剣に思ってるほど、まあこう返事がやっぱ考えるの遅れる傾向あるのかなっていうふうにはまあ思うね、今思う。いいと思うと次私が2個目、ちょっとね、1個目がちょっとアドリブだったからあれなんだけどね。そうだったの2個まあこれも結構最初の方で、まあ出たこと、まあちょっとそんなにまあ例が長くならないか、まあちょっと2個続けて言うような感じになっちゃうけど、まず結構人の幸せをもう喜んで、で逆にこう人が悲しい人の不幸をまあ一緒に悲しめるその共感性っていうのかな、なんか結構知り合って最初の方に街歩いてる時に、なんか、まあ、日本でね、なんか通行人で泣いてる女の人がそれ覚えてる。それを見てなんか泣いてたりとか、なんか、まあ、もらい泣きしやすいとかっていうの、人もよくいるけど、でもなんだろうね、なんか本当にもう心が熱い人なんだなっていうふうにも思ったし、まあその時はそういう人間を初めて見たからちょっと私もポカンってしてたけど、こう時間が経つごとにやっぱりその人の幸せを素直に喜んで不幸をもうそのまま悲しむっていうところ、なんかやっぱりその人間性がやっぱ時間経つごとにどんどん好きだなっては思う。意外とそのなんだろう、こう友達が大変そうな時ほどちょっと嬉しそうに話聞こうと、例えば恋人と別れたのみたいな、なんかそんなタイミングでこの聞いてくる人もいるし、逆に例えばインスタとかでこう嬉しいこと報告したらもういいねも押さない人とかいるなんか不幸な内容に限って DM を送る人とか結構意外といるじゃん。だから年を重ねるごとになんかそういうところの共感性大事なんだなってやっぱこう肌で感じるようになってきた。昔はこう悲しいこと一緒に背負ってくれる人がなんか本当に友達って言うけど、なんか最近は嬉しいことがあった時に一緒に喜んでくれる人が本当の友達って言うぐらいじゃん。でもなんか
その通行人のことうん私も覚えてるんだよね、なんかその時に私里見に出会うまでなんかすごいもういろいろあって自分が辛かったから、やっぱり余計なんかこう涙もろくなってて、こうそこら辺でなんか人が泣いてるとなんかそのなんかこうなんか苦しみっていうのがなんかすごい伝わってきたっていうか、だからもう泣いちゃう。そう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 だからまあそういうそんな人への、まあ、感情に敏感なのと同時に自分の感情にも、もうなんだろう、敏感って言ったらあれだけど自分の感情にも素直でこう表現ができるとこ、例えば美味しいもの食べた時にもすごく嬉しい顔したりとかたまに険しい顔するけど、例えば私が何かこうお手紙とかあげた時に喜んだりとか、まあ、あとすごく気に入らないことがあったら、もう顔に出すし顔に出さないとしてもオーラに出すしっていうなんだろうね、やっぱり自分の国ってなんかもう文化的にさ、なんかやっぱりちょっと何考えてるかわからないみたいな、すごいなんか本当にまあ私もまあちょっとポーカーフェイスだから人のこと言えないんだけどなんかすごいとか嬉しいって言いながら本当にって思うこと結構相手にはあったからもう人間関係でそうだね、そういう人多かったから、やっぱりなんかその感情がはっきりこう心に伝わってくるっていう部分は、まあ嬉しかったかな。楽、楽だね。そうだね、そうだね。まあ感情面はそのぐらいかな。